ガンプラ爆買い。プラぼっち研究所。皆さんこんにちは。プラぼっち研究所の所長です。今回の動画は最近買ったガンプラ紹介。最近っていうとすごく曖昧なので2月と3月に買ったガンプラとしましょう。この2月3月、特に2月は激アツなガンプラの新発売がありましたね。そうです。マスターグレード SD とマスターグレードのフルアーマーダブルゼータガンダムのバージョン過渡期です。どっちも入手できませんでした。MGSD は一番好きなグレードなので、入手したら最速で全塗装やってやろうと思ってたんですけど、手に入らなかったのでもう最地塗装になっちゃいますね。しかしそれら2つのガンプラは手に入らなかったんですけど、この2月3月は過去最高金額の爆買いをしてしまいました。ただお店に行って買ったっていうわけではなくて、ほとんどが通販です。しかもそれも3ヶ月前とか半年前に抽選で当たってたり、結構前にポチポチしてたりして買ったやつですね。なので今月はあんまりガンプラ買ってないから購入品の紹介の動画できないなって思ってたら、めちゃめちゃ届いてびっくりしました。これが忘れた頃に届くっていうやつですね。やっと味わうことができてちょっと嬉しいです。なんならなんか得した気分もあります。がっつりお金払ってますけどね。前置きはこのくらいにしておきまして、早速届いたガンプラたち見ていきましょう。はい、早速いつもの画角にしまして、まずはね、金額の低い小物から出していきましょう。2月3月で買った購入品1つ目が、こちら。ガンダムベースサイド F 限定のエントリーグレードニューガンダムです。いやーこれずっと欲しかったんですよ。私普段名古屋に住んでるんですけど、名古屋のガンダムベースではね、全然販売されなくて、3月にちょっと福岡に行く用事がありましたので、その時に購入してきました。そして皆さん知ってると思いますが、こちらのニューガンダムは逆襲のシャアに出てくるニューガンダムとはちょっとカラーリングとか装備が違ってまして、サイド F があるララポート福岡に立ってる立像のモデルをそのままガンプラにしたってやつです。なのでね、普通はニューガンダムってこう、ピンファネルって言って羽みたいなやつがついてるんですけど、なんか建築物の基準かなんかに引っかかるっていうことで、この背中についてるロングレンジフィンファネルって言うんですけど、これになったみたいですね。これだとこう、両足とこれで3点で立てますから、結構バランスが良さそうですね。それでは中身開封していきましょう。オープン。エントリーグレードっていう一番低いグレードではあるんですけど、このようにですね、パーツの色分けはかなりしっかりされてます。しかもタッチゲートっていう技術が搭載されてましてですね、ニッパーを使わずともランナーからパーツが取れるっていう仕組みになってます。実際にね、プラモデルやったことない人って意外とニッパー持ってないですからね。私も初めて作ったガンプラは爪切りで切り離して組み立て行いましたからね。なのでニッパーを買わずともこれだけこのキットさえ買えばできるっていうのは非常にありがたいですね。そしてこちらエントリーグレードで、ハイグレードの方でもニューガンダム発売されてるんですが、意外とこちらのエントリーグレードの方が、こういう黄色のところ、膝のこういうところとか、あとこの V マークのところですかね。ハイグレードだとここが確かシールなんですけど、エントリーグレードはなんとシールを貼らずともパーツの色だけでこれができるんですよ。これすごくないですか？実際にこれパーツの腰の部分なんですけど、このように V マークがくり抜かれていて、こちらにある黄色いパーツの V が出てくる仕組みになってるんですよ。しかも目のパーツも単独の色のランナーで、目もシール貼らなくてもパーツだけで色分けできるんですよ。これすごくないですか？なんかもはやハイグレードよりもクオリティ高いんじゃないかってちょっと組み立てるのが楽しみです。こちらは塗装とか墨入れとかのしがいもありそうなので、近いうちに今後の動画でも使ってみようかなと思っております。ということで一つ目の購入品キットはエントリーグレード福岡ニューガンダムでした。どんどん行きましょう。続いてここ2ヶ月の購入品2つ目のキットがこちら。ちょっとカメラ引きます。マスターグレードのパーフェクトガンダムです。こちらね、プラモ京志郎っていう漫画に出てくるモビルスーツらしいんですけど、私プラモ京志郎ね、ちょっと読んだことないんですよ。これですね。そして調べたところね、漫画の巻数が単行本で10
巻だか15巻っていうことで、なんか岩盤浴とかに漫画のコーナーあるじゃないですか。そこでちょっと読んじゃおうって思って、近くの岩盤浴の漫画検索したところですね、プラモ京志郎置いてなくて、それだったら漫画喫茶行くかってね、思って、私たまに漫画読むんですけど、漫画読むのがめちゃめちゃ遅いので、漫画喫茶よりもね、岩盤浴の方が安上がりなので、まず漫画読みたいってなったら岩盤浴行くんですけど、プラモ京志郎なかったので、プラモ京志郎がある漫画喫茶をこれまた検索でかけてみたところ、なんとね、一件もヒットしなかったんですよ。どういうこと？そんなにこれレアな漫画なんですか？プラモ京志郎って。そして箱の側面には、普通のガンダムにこういう追加装甲をつけられるよっていうような感じで、この追加装甲をつけると、こういうね、ゴツゴツのごついガンダムになるよっていうキットみたいですね。そして主人公の、何ですか？京田四郎ですか？の20分の1のフィギュアも入ってるみたいです。20分の1なんで結構でかいと思いますよ、これ。それでは箱の中身確認していきましょう。オープン。なるほどね。箱は結構大きいんですけど、一つ一つのパーツが結構でかいので、パーツ数としては昨今のマスターグレードと比べるとね、全然少なそうです。昔のマスターグレードあるあるのネジが入ってます。そしてランナーの名前がマスターグレード100分の 1RX78 ガンダム素体っていう風にあるのと、こちらのパーフェクトガンダムって書いてあるやつの2種類が入ってますね。なので先日お見せしたこちらのガンダムバージョン 3.0 よりもかなり古そうなマスターグレードのガンダムの素体ですね。そして京志郎のプラモも入ってます。こちら驚異の2パーツで組み立てることができます。やっぱこのくらいの大きさだとプラモデルの横に並べてもね、見劣りしないんでいいですね。塗装もしやすそうです。これどこのパーツなんだろう？なんかゴムみたいな黒いパーツも入ってますね。そして色分けのシールとしてはカメラアイの部分とおそらくビームライフルの部分ですかね。それとドライデカールとマーキングシールが入ってます。ちょっと見づらいんですけど主人公の顔が描かれてますね。なんかミニ四駆の主人公みたい。そして説明書なんですけど、よくある昔のマスターグレードのレイアウトに京志郎の顔が描かれていて、ちょっとコミカルな感じになってます。中身もちょっとね、漫画チックな感じになってて、なんか聞いた話なんですけど、このパーフェクトガンダムが、このジオングに足の生えたね、パーフェクトジオングと戦うらしいですね。さあ、この後の購入品紹介でパーフェクトジオングは出てくるのでしょうか？そして説明書の裏面がなんかスペシャルコミックっていうのになってて、後ろから読むと漫画になってますね。これ面白い説明書ですね。ちょっと中身は見せていいかわからないんで、私の方でこっそり読みます。はい。ということで購入品2つ目がマスターグレードパーフェクトガンダムでした。はい。続いて3つ目の購入品紹介していくんですけど、今回全体での購入数は7個となります。だから2ヶ月で7個ということはだいたい週に1個ぐらいのペースで買ってるってことですね。よくよく考えると結構やばいですね。我ながらちょっと使いすぎかなって思います。続いて3つ目の購入品がこちら。マスターグレードのターン X です。いや、これね、注文したの忘れてましたね。いつ注文したのか調べてみたら、DMM の通販で去年の9月の初めぐらいになんか抽選をやってたみたいなんですよ。そしてそれに当選して半年後ぐらいの今頃になってこれが届くっていう感じでしたね。いや、でもね、嬉しい。前回の購入品紹介で、こちらの単影ガンダムのマスターグレードも入手しましたからね、これで2体並べて飾れますよ。そしてなんといってもね、このデザインがちょっと奇抜で秀逸ですよね。ガンダム系って結構カクカクしたデザイン多いんですけど、この単影ガンダムに出てくるやつって、ちょっとね、こう丸くっぽいっていうか、宇宙人味があって、私デザイン結構好きです。はい、クソ感想はさておき、中身の方を見ていきましょう。オープン。先ほどのパーフェクトガンダムと比べるとかなりの物量がありますね。パーツも大きいっちゃ大きいんですけど、パーツ数もかなりあります。ちょっと全部出すと大変なんで気になるやつだけちょっと見ましょう。まずこの辺がね、メイン装甲なんですけど、一見のっぺりしてるように見えるんですけど、近くで見るとわかりますかね？結構墨入れしたくなるようなディティールが所狭しと入ってるんですよ。
そして箱の下の方に台座がそのまま入ってます。そしてシール類はカメラアイの部分と胸のキラキラですね。あとはドライデカールとマーキングシールが入ってます。マーキングシール結構シンプルで同じようなマークがいっぱいあります。そして説明書なんですけど、結構な分厚さがあります。ターン X といえばやっぱりこの爪がね、展開するこれですよね。ちゃんと再現できるみたいです。そしてね、私は今回こちら抽選で買ったんですけど、なんかこれの再販は結構数があったらしくてですね、普通に店頭で買えたよみたいな情報が多くて嬉しかったですね。バンダイの新しい工場ちゃんとやってるんだなーって思いました。はい、ということで購入品3つ目がマスターグレードのターン X でした。はい、どんどん行きましょう。いつもね、ちょっと無駄話が多くて、動画時間が無駄に長くなっちゃってるんで、今回は店舗よく行ったらどんな感じなのかなっていう感じで、そんな感じの、こんな感じでやっていきます。ステマはしといた方がいいと思うんで、ちょっとこの辺に出しときますね。一応このマーカー使った動画、2つ前ぐらいの動画のジムを仕上げる動画で使ってみたんで、よかったらそちらの動画も見てみてください。そして気になったらこちらのマーカー買ってください。私にお小遣いが入ります。それでは購入品4つ目がこちら、マスターグレードガンダムバルバトスルプス用の拡張パーツセットです。プレ版のやつですね。こちら中身としてはハシュマルってやつと戦った時に持ってたでかい剣と、なんかこうカメラアイが燃えるっていうかビリビリってなるエフェクトのパーツが入ってるやつです。そしてね、マスターグレードのガンダムバルバトスルプスは持ってるんですけど、箱を開けてね、ちょっとあまりの物量でちょっとやられてしまったので、ちょっと一旦箱を本棚に飾ってますね。それでは中身見ていきましょう。オープン。まあオプションパーツっていうことなんでね、そんなにいっぱいのパーツではないんですけど、机に並べてもこのぐらいの物量です。これ実物見て初めて気づきましたけど、この剣ってめちゃめちゃでかいんじゃないか？説明書見ると刃の部分でこうで、持ち手の部分がさらにあるんで、だいたいこの刃の倍ぐらいの大きさ。このくらい。一応マットが方眼になってるんで、これでざっくり測りますと、35センチぐらいあることになります。これ作るはいいものの、ちょっと棚の中に入らないかもしれないですね。そしてね、綺麗なクリアパーツたち入ってまして、なんと水転写デカールが付属してます。ただしこちらはバルバトスルプス本体に貼る用じゃなくて、今回の武器に貼る用の水転写デカールです。本体のルプスに貼る水転写デカールもバンダイさんよろしくお願いします。あとは HG 向けとかに販売されてる台座が付属しておりますね。こういうの結構ありがたいです。そして説明書の注意書きに、この商品の組み立てには未組み立てのガンダムバルバトスルプス別売りが1セット必要です。これはわかる。完成しているものには取り付けられません。ってなりますよね。まあこれはね、分解したらもちろん取り付けられるとは思うんですけど、まあこういう完成品の状態に後付けでこうポポポと取り付けることができないよっていうね、ことだとは思います。ちょっと一時期ね、このワード Twitter で話題になってましたね。はい。ということで購入品4つ目が、マスターグレードガンダムバルバトスルプス用拡張パーツセットでした。さあ後半戦あと3つです。それでは2月3月に買った購入品5つ目がこちら、リアルグレードガンダムアストレイレッドドラゴンです。いや、このキットはね、待ってました。ガンダムアストレイってリアルグレードでね、結構最初の方に出てたと思うんですけど、人の素組みレビューなんか見て、正直ちょっと微妙だなって思ってたんですよ。なんかこう、赤と白でのっぺりしたような感じで、リアルグレードの割にディティールがなんかあんまり細かくないなとかってね、思っちゃったりして。まあ、それでリアルグレードのガンダムアストレイはスルーしてたんですが、なんかプレイ版でね、リアルグレードのガンダムアストレイのレッドドラゴン。確かこれ漫画かなんかで出てきたやつだと思うんですけど、これがね、リアルグレードで出るっていうことで、なんとか購入することができました。ガンダム素体の方は、通常のガンダムアストレイと多分一緒なんじゃないかなっていう感じなんですけど、こう背中のあれこれがね、すごいついてて、ちょっと私好みだなっていう感じ。あとは頭部パーツなんかもちょっと派手になってますね。それでは中身の方見ていきましょう。オープン。
まず目に飛び込んでくるのはこのリアリスティックデカールの量多すぎる。そしてこのホイールシールっていうんですかね、緑と赤とシルバーとあってめっちゃ綺麗です。特に赤色のシールはなんかこうつるっとしたところとマットなところが一緒になっている感じ。こういう細かい技術大好きですね。まあ実際にね、ガンダムアストレイは素体自体が結構白いんで、こういうシールでディティールアップをさせていこうっていうような感じのキットなんですかね。そしてリアルグレードなんでアドバンス MS ジョイント入っております。これすごいですね。赤と白のどうやって作ってんだっていう技術の結晶みたいなやつが入ってます。そしてほとんどのランナーがガンダムアストレイレッドフレームのパーツというかランナーなんですけど、この辺のパーツ、さっきほとんどがガンダムアストレイのランナーって言いましたけど、このガンダムアストレイレッドドラゴンって書いてあるランナーの方がちょっと多いかもしれないですね。かなりの物量があります。この頭部パーツにね、取り付けるエフェクトがめちゃめちゃかっこいい。そして説明書はガンダムアストレイレッドドラゴン専用のものになっておりまして、裏面のマーキングシールの貼る位置の説明がもうやばいですね。ちょっとこれ老眼いじめです。そして特に機体説明とかは差し込まれてなくて、最初から最後まで全部組み立ての説明書となっております。なのでね、キットの全体像がわかるのがさっきのパッケージの表紙だけです。これですね。製品だと全体像を見るのがこのパッケージでこれを見るか、もう組み立てて自分で見るしかないっていう製品となっております。はい。ということで購入品5つ目がリアルグレードガンダムアストレイレッドドラゴンでした。はい。残り2つです。こっからちょっとでかいんで、もうちょっとカメラの画角を引きにしましょうか。はい。ちょっとバランス悪いけど、まあこんな感じで一旦ね。それではここ2ヶ月での購入品6つ目のキットがこちら、マスターグレードファッツバージョン過渡期です。いやー、手に入ってしまいましたよ。FAZZ でファッツっていうらしいですけど、最初ね、見た目が太ってるからファッツなのかなって思ったんですけど、全然違くて、フルアーマーダブルゼータのなんか試作機だかなんか、あれで FAZZ でファッツらしいですよ。奥さん。最近販売されたバージョン過渡期のフルアーマーダブルゼータのマスターグレードはちょっとね、いろいろ頑張ってみたんですけど手に入らなくて、まあ気長に待つかって思ってたらですね、なんと DMM 通販のキャンセル待ち DMM 通販って抽選外れたらキャンセル待ちに勝手になるじゃないですか。で、まあそのままキャンセル待ちの取り消しにいつもなっちゃうんで、キャンセル待ちイコールもう手に入らないっていう感じなんですけど、なんと今回ね、こちら DMM のキャンセル待ちで入手することができました。いや、都市伝説だと思ってましたよ、キャンセル待ちなんて。そしてこのキットね、初めてこんな間近で見たんですけど、箱がね、めちゃめちゃでかい。そして重い。この箱の底の箱底のこの段ボールもいつものグレーじゃなくてね、もうめっちゃ硬い段ボールみたいな紙になってます。それでは中身確認していきましょう。オープン。いや、言葉を失いますね。何から話しましょう。まずバージョン過渡期っていうことで、シールは全部水転写デカールになってます。めちゃめちゃ細かくて、シール番号182番まであります。恐ろしすぎる。これ水転写デカール貼ってる間に季節変わっちゃいますよ、こんなん。そしてフルアーマーダブルゼータなので、元のキットっていうのがダブルゼータガンダムのバージョン過渡期なんですね。そのキットに色々とアーマーがついてフルアーマーっていう風になってます。そしてちょっと机の上にランナー出してみようかな。これしまえるのかな。ちょっと一回ね、ランナー見たいんで出してみます。全部出してみるとこんな感じで、これをね、横から見ると凄まじい。そしてもうめちゃめちゃ重たい。これ上げ下げするだけで筋肉ついちゃいそうなぐらい重たいです。そしてね、こっちの左手にある方がほとんどがね、ダブルゼータガンダムのランナーで、こっちの右手に積んである方がファッツ専用のランナーになってます。なのでね、まあ大体半々ぐらいランナーの量ありますね。
元々のダブルゼータガンダムは確かね、おぼろげだけどちょっと価格変わってるかもしれないけど6600円とかで売ってたんですね。このファッツ全体として確か1万3000円くらい、まあ大体倍の値段なので、まあ大体その量と値段が釣り合ってますね。パーツの量が2倍ぐらいになって値段も2倍になってるっていう感じです。そして説明書。このバージョン過渡期の説明書の躍動感ある感じいいですよね。そして中身もね、一部カラーページがあって、こちらのメカデザイン担当しました加藤はじめさんのインタビューみたいなのが書かれてます。日本語と英語でありますね。そしてこのファッツっていう機体はですね、ガンダムセンチネルっていう雑誌の、なんて言うんですかね、小説とこう写真でガンダムの絵が出てくるやつ。それでこうガンダムの世界観を広げようみたいなやつで、そこで生まれたのがこのファッツっていうやつらしいんですよね。これもちょっと間違ってたらごめんなさいですけど、それにしてもね、この立ち姿かっこよすぎる。もうこのどこを見ても兵器みたいな、この世を終わりにしてしまうような造形、たまらなすぎる。あとはガンダムといえばね、結構中身の素体がですね、白色であることが多いんですけど、こちらのファッツはメインの素体はちょっとグレーっぽい感じで、その上に取り付ける外部装甲が白色っていう、そこがまたね、ちょっとこう特別感があって心躍っちゃいます。うわー、組み立ててこれいろんなとこ触ってみてって思うけど、ちょっとこのパーツの物量なんでね、ちょっと計画的にこれ触り始めないと動画投稿止まっちゃいますね。一旦箱の中にパズルのように戻していきます。はい、なんとかいい感じに収まりました。なぜだか息も切れてしまいました。いやー、嬉しいな。もうこれ手に入ったから、最近発売されたフルアーマーダブルゼータは買わなくていいかもしれないですね。ということで、購入品6つ目が、マスターグレードファッツバージョン過渡期でした。それでは最後、7つ目出していきましょう。ここ2ヶ月で購入したガンプラ、7つ目が、こちらでーん。マスターグレードディープストライカーです。いや、こちらね、プレ版で当たったんですよ。いつ応募したか忘れたんですけども、半年ぐらい前だったと思います。で、ディープストライカーは当たったんですけど、同時に応募したね、パーフェクトジオングの方は外れてしまいました。まあでも実際こっちのが欲しかったから良かったですね。そしてちょっとね、箱がでかすぎてね、まあ横幅はさっきのファッツとあんまり変わらないんですけど、箱の厚みがかなりあって、しかもこう取っ手ついてますからね、お出かけバッグにも使えそうです。そして側面に何者なんだお前はということで、このディープストライカーっていうのが何者なのかっていう説明がちょこっと書いてあります。そしてね、ガンダムセンチネルなんでね、ここにも書いてある通り映像化はされていないものの根強い人気を誇る機体ということで、去年に行われたガンプラプレ版総選挙みたいなやつで確か1位になった機体ですね。私あんまりガンダムセンチネル細かくは知らないんですけど、ちょっと見た目が異形すぎてどこら辺がこうどうガンダムなのかっていうのがちょっとよくわからないです。ちょっと中身見たいんですけど、簡単にこれ開けられるのかな？ちょっと開けてみます。うわ、ちょっと破れそう。ちょっと床で慎重に開けます。はい。机の上に出してみるとこんな感じ。こりゃ大変だ。でも一つ一つのパーツが結構大きいんで、まあさっきのファッツぐらいのパーツの数ですかね。そしてこれがメインの武器のランナーだと思うんですけど、一つのパーツがでかすぎの割にはね、しっかりとこうディティールが入ってますね。さすがマスターグレード。そしてね、こちらのキット価格が23,000円くらいだったと思うんですけど、高額キットだから水転写デカール入ってるのかなって思ったら、普通のマーキングシールでしたね。でもこのくらいのでかいキットだったら、マーキングシール貼ってもあんまりシールの段差とか気にならないかもしれません。そしてもちろんでかいキットなんでね、ネジはついてますよと。
そして説明書。パッケージにもあるイラストが書いてあってね、非常にかっこいい。そして中身を見てみると、このようにね、パーツリストって書いてあって、こんなランナーが入ってて、×が書いてあるやつは使わないですよっていう説明のとこがあるんですけど、見てくださいこれ。×ばっかり。なのでおそらく、ほとんどのパーツがこのS ガンダム、何でしたっけ？スペリオルガンダムでしたっけ？その S ガンダムのランナーなんだけど、ディープストライカーの装備をつけるから、まあほとんどのパーツは結局使わないですよっていう感じなのかな。説明書の真ん中にはカラーページがあって、武器類の名前と説明がね、細かく書いてあります。もうほんと全身兵器。そしてこのキットね、箱がでかくて中身もでかいので、もちろん組み立てたらめちゃめちゃでかくなるそうです。これはそろそろ引っ越しを検討しないといけないかもしれないですね。ちょっと時が来るまで一旦しまっておきましょうか。しまえるのかこれ。なんとかです。なんとかしまえました。いや、広げて片付けるだけでも、いや、結構カロリー使っちゃいましたね。これは作る前に飾る場所をちゃんと確保してから計画的に手を出していこうと思います。ということで、購入品7つ目がマスターグレードディープストライカーでした。はい。ということでね、ここ2ヶ月で買ったガンプラたち見ていきましたけど、いかがでしたでしょうか？正直お前買いすぎだろうっていうのは分かってます。私も思ってます。まあでもこんなに短期間で買うのはね、もう今回が最後かなって思ってますよ。うん。そしてね、狙ってた新発売のキット、マスターグレード SD デスティニーとかが手に入らなかったのは、ちょっと悔しくはあるんですけど、こうしてね、数ヶ月前の自分が種をまいておいてくれたキットたちが一気に届くと、やっぱりテンションが上がりますね。あんまり感情が動かない自分ですけど、3センチぐらいは感情が動きました。そしてね、今回一気に積みが増えてしまったんで、まるでお店を開けそうなボリュームになってしまいましたが、これらをどう料理していくか、これからじっくり作戦を練っていきたいと思います。皆さんも忘れた頃に届いて驚いたキットや最近の戦利品などあれば、ぜひコメント欄で教えてください。はい。ということで、そろそろ動画を締めましょう。今回はただの購入品をポンポン紹介していく私がくっちゃべるだけの動画でしたが、普段はガンプラをはじめとしたプラモデルに役立つ情報や塗装動画なんかをアップしております。今回の動画が良かった、次の動画も気になるなという方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。